警戒を怠らないでください、ドクター。皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。今回の動画は星6ガードマウンテンの紹介をしたいと思います。それでは早速見ていきましょう。1、キャラの紹介。イラストレーターウィンカル・ブランケ先生、声優中井和也さん。基本設定冷静、知的、礼儀正しい、暴力、獰猛、喧嘩強い。マウンテンにとってどっちの顔も真実であり、友と敵によって使い分けるものである。脱獄したとはいえ、過去の因縁に決着をつける日こそ彼は本当の自由になるだろう。背景設定クルビアは科学技術の国、同時に資本の戦場でもある。上辺が綺麗であればあるほど裏の闇は深い。マウンテンが上流階級から監獄に転落したのもほんの一部に過ぎない。キャラの原型はベンガルホワイトタイガー。2、職業・役割の紹介。ボクサー型ガード。低いコストと高い攻撃速度で序盤の布陣に使いやすく、軽装甲の敵を処理するのに活躍する。3、ステータス分析。まずは基本ステータスです。カンスト攻撃力は632と低めだが、0.78 の攻撃間隔のおかげで通常攻撃の火力はガードの上位に食い込める。一方、敵の走行に大きく左右される。そこでスキルでどれだけ打点が伸びるのかが重要。幸いマウンテンのスキルは強い。中井和也ボイスに強キャラはお約束。耐久面に関して402の防御と2745の HP は通常レベルだが、ブロック1はやや心細い。この弱点もスキルでだいぶ補完されている。そして何より重要なのは、コストはただの9で昇進1以後も11止まりである。序盤に優しい数値となっており、敵が多方面に攻めてくるようなステージでは1人いると安心。攻撃範囲前方1マス。特性敵を1体ブロックできる。切り込み型、治療型と術攻撃型と同じくブロック1。それぞれの役割を理解した上で運用しよう。素質1、昇進1で獲得。通常攻撃は 20% の確率で攻撃力が 140% となり、相手の攻撃力をマイナス 10% させる。マウンテンのスキルは皆攻撃強化系なので、その倍率に乗って打点がさらに上がる。20% の確率とはいえ、中装甲敵の処理速度は確実に上がり、重装甲敵への突破口にもなる。そして攻撃範囲からして接敵が多いマウンテンにとって敵への攻撃デバフも地味にありがたい。素質2、昇進1で獲得。防御プラス 10%、15% の物理回避を得る。単純のステータス強化。マウンテンらしくて分かりやすい。素質1と合わせてガードの中では上位の耐久となる。潜在1から5です。一応コストマイナス1でコスト10となり、グラベルやススーロの素質対象にはなる。基本性能は変わらないため自分の意思を貫こう。それではここからはスキルの解説です。スキル1、次の通常攻撃の攻撃力は 230% となり、敵をもう1体攻撃できる。特化3ではチャージ3となり、そして打点が一番高いスキル。敵を2体まで同時攻撃する効果もある程度ブロック1の弱点を補ってくれる。だがスキル2、3と比べてどうしても遜色してしまう。昇進1までのつなぎとして使おう。スキル2、防御マイナス 20%、攻撃範囲が短縮する。攻撃力プラス 80%、ブロック数プラス1、ブロック数の敵を同時攻撃でき、毎秒最大 HP の 7% を回復する。シルバーアッシュの S2 と同様、初動号の切り替え式スキル。デバフ付きで攻撃範囲はジマスのみとなり、素質がもたらした耐久力もほぼ相殺される。代わりにマウンテンは1138の打点、ブロック2と毎秒 192HP の回復力を得る。火力に関して中装甲までの雑魚は無事に解け、やむなく重装甲を相手にする場合も強行突破が可能である。同時攻撃のため、例えば群れに重装兵単体が勝る場合は重装兵を削りつつ他の雑魚を処理できる。耐久に関して HP 回復はスキルなしの単体医療相当で、エリート敵の回復を上回ることも珍しくない。またその軽さと初動で再配置戦法にも適している。これほどの高性能をただの11コストで実行できる。早速購入をご検討していただきたい。スキル3、攻撃間隔プラス 70%、攻撃力プラス 100%、
2連撃となり、素質1の確率が 75% となる。周囲の敵を最大4体まで同時攻撃でき、目標を相当の力で押し出す。あれほど強い S2 でも処理できないような敵は S3 を当てればいい。DPS は防御0の場合2798に達しており、スルト級である。もちろん物理ダメージは敵の走行で衰退は激しいが、それでも素質1に乗った打点は2022と重装甲を断ち切るには十分。4体まで同時攻撃でき、雑魚によって火力が分散される必要もない。そして40チャージ30秒持続という決戦スキル相当のダメージ総量と、決戦スキルとは思えない回転率をしている。難点は攻撃範囲の狭さと、軽い敵を攻撃範囲の外に押し出してしまうぐらい。一方、押し出す効果はメリットもあり、重量3以下の敵の攻撃モーションを中断させ、被ダメージをほとんど遮断できる点にある。基地スキル初期、事務室配置時事務連絡速度プラス 20%、 タグ更新の回数が増えるたびに BSW の手がかりの入手確率が上がる。昇進2、応接室配置時、新しい手に入れた手がかりが LINE 生命の手がかりではない場合、次で LINE 生命の手がかりの入手確率が上がる。確率上昇の幅は配置時間や公開求人の枠数によって総合的に算出され、直前に配置しても効果がないことに注意しよう。何より手がかりがよほど偏ってない限り、素直にジェシカかサリアを配置した方がいい気がする。マウンテンはやはり酒蔵でくつろいだ方が合いそう。4. 同じ役割における位置づけ。バグパイプ。天人化とともに難関ステージの開幕双璧となすバグパイプ。S2 の雑魚処理や S3 の殲滅力は一見マウンテンとの役割が被っているが、実はマウンテンこそブロック数に心細い先鋒コンビにとって最高の仲間である。2人とも雑魚処理役とエリート殲滅役が可能で、需要に応じて自由自在に組み替えられることは実にありがたい。どうしても1人に絞りたい場合、コスト優先ならバグパイプ、回復力優先ならマウンテンでいい。ボクサー型ガード、性能で勝つのが難しい。強いて言えばフリントはブロックできないほどの超高火力的に、インドラは物理ダメージが全く通らない超重装甲的にそれぞれ役割を持つ。今後のステージにそのような敵が出るのを期待しよう。ファントム、低コストの火力お化け同士、あっちこっち飛び回って処理するのがファントム、一箇所に堅守するのがマウンテン。むしろファントムに持久力を、マウンテンに起点を期待するドクターはいるのか。5. 運用アドバイス。まずは基本運用です。雑魚かエリートか、役割を決めてから S2、S3 を選ぶ。S2 の場合、開幕早々マウンテンを置いて敵拠点を一つ締め上げれば攻略の難易度が大幅に軽減される。その戦法を多用し、指揮能力が退化したドクターが続出しているという情報があるので、それだけ注意しよう。ローグライクにマウンテンがいたら難易度がかなり下がっていたのは事実。S3 の場合、敵の位置に注意して発動すること。横や後ろまで来られたら敵を思わぬ方向に押し出したり、最悪オウンゴールすることになる。同じ理由で重装などのブロック役の近くに配置する場合、斜めマスより前方の方が無難。それではコンビネーションです。天人化、エリジウム。早くスキルを打ってコストを稼ぎたい。でもブロック数が心配。そんなあなたにコスト11で頼りになるボクサーをおすすめする。ワルファリン、ソラ、シャマレ、ア。S3 マウンテンは低いステータスであれほどの数値を出しているので、バフを入れればさらに化ける。もちろん重装甲の場合、装甲を剥がすシャマレの方が強い。運用のコツ。S2 は切り替え式である。相手したくない敵が来たり、例えば後ろに配置したソーンズスキルをチャージしたい場合は、マウンテンをブロック1にして敵を通らせることも可能。6. 育成アドバイス。育成優先度。S2 は便利すぎて入手したら最優先で昇進1にしよう。マウンテンは一人で完結する性能をしているので、敵の処理がきつく感じたら昇進2にしよう。特化は自分の好み次第だが、個人的には S2 から。S2、S3 の強化幅はどれも大きく、特化3とレベル7では性能がまるで異なる。そのため極力特化3にしよう。ガチャ優先度。操作が簡単で汎用性も高い。そういうキャラは往々にしてパーティーの柱となる。マウンテン、ブレイズ、ソーンズ、マドロックが定評の柱キャラである。
1人いれば攻略が楽に、2人いればだいぶ安定し、3人いればご利用しが可能、4人いれば敵の取り合い。目標を定めてガチャの方針を決めよう。ブレイズ、ソーンズ、マドロックピックアップを逃して後悔したドクターは同じ過ちを繰り返さないように。はい、それでは実況プレイのコーナーです。今回は M86 ですね。M86 をマウンテンの S3 を使って攻略してみたいと思います。ちなみに EG2 の解放条件が、隠しミッションですね。EG2 の解放条件がこの大盾、一人もやられないっていう隠しミッションがあるんですけど、一発も殴られないっていう感じでね、今回はやっていきたいと思います。編成はこんな感じになっております。マウンテンの S3、特化3ですね。他いろいろオペレーター使ってます。そしたら見ていきましょう。仲間の大盾、一発も殴られないっていう感じでやるんで、マウンテンだけじゃちょっと厳しいですね。天人化配置して、コストが溜まり次第なんですけど、やっぱりね、このマウンテン11っていうすんごい軽いんでね、これ潜在マックスやったら9まで下がるんで、もうめちゃくちゃ、やっぱボクサー型はかなり使いやすいんですが、今までなんていうかな、ボクサー型使うぐらいやったら、メランサーとかね、あと術攻撃ガードとかが結構使いやすかったイメージが、あったと思うんですが、やっぱり性能がね、どうしてもずば抜けてるって言ったらちょっと言い方があれですけども、本当に使いやすいんで、今回ね、あえて S3 使ってるんですけど、なんでかというと、S2 って特に実況プレイ喋ることないんですよね、別に。もう一回発動してしまうと、そこにね、もう、剣士そこに一箇所に留まって、ずーっと殴ってるだけなんで、ちょっとどうかなと思ったんで、やっぱ S3 を使ってこういう映えるステージでね、攻略したいなと思ったんで S3 選んでます。こんな感じですね。ちょっとさっき別のこと喋ってましたけど、マウンテン自体が耐久力がそんなにあるわけじゃないし、プラス、ブロック数も1なんで、普通に戦ってたら、死んじゃうじゃないですか。それをこのうまいことね、強制移動を使ってって感じですね。あとスキルの空白期は別のオペレーターのスキルを使って耐えます。スキルが溜まるまで耐えます。で、溜まりますので、この辺、まだ、もう使っていいかな。ここも下もちょっとバグパイプと天人化だけなんで、様子を伺いながら、この辺使っていきましょう。いいですね。いい感じですね。ただ、早いこと、どっちかというと撤退させときたい。ここで撤退しておきたい。で、次は、スルトですね。で、スルト置いたんはいいんですが、スルトのスキルも、ちょっと後半じゃないんですけど、ちょっと撃つのを遅らせたいんで、ロサのスキルなんかを使って敵止めながら、ギリギリで撃つと。今はね、サリアと、マウンテンの再配置時間待ちですね。EG2、この1体も倒されないっていう隠しミッションがね、結構難しくて、いろいろね、皆さん思うことあったと思うんですけど、こういう感じでね、オペレーターが揃っている方は、一発も殴られないっていうことも可能なんで、頑張ってみてください。で、この間まだ空白期あるんで、星熊で耐えてもらいながらですね。で、もうちょっとで帰ってくるかな。あと15秒ぐらいか。この辺で撤退させておきましょう。で、マウンテンを再配置、サリア再配置と。で、この辺で3人まとめたい。大丈夫かな。よし。ギリギリですね。で、ここでサリアも使っておいて、で、ちょっとスキル入れておきましょう。アンセルの。で、結構ギリギリまで持たせたいんですよね、ここは。あんまり早く打ちすぎると、なんで、この辺で打とうかな。いいですね。強制移動うまく使いながら処理していくと。で、サリアの原則で感じに敵がまとまってるんで、こっからはマウンテンの吹き飛ばし。いい感じですね。
まあここでね、結構きつかったらロサの、S3 なんかも入れてもいいですね。ただ大丈夫そう。いいですね。うん。あとはあと1匹なんで耐えるだけですね。はい、こんな感じになっております。S2 も強いんですけど、S3 もね、こういう感じで、刺さるマップではすごいいい感じでクリアできるんで、個人的には S2 の特化をおすすめ、まず S2 の特化をおすすめしてるんですけど、S3 もね、すごい強いスキルなんで、もしよろしければ特化をして遊んでみてください。それでは実況プレイ終わりたいと思います。人前でこんな無防備に眠るとは。信頼からなのか、それともただの考えなしか。ここまでご視聴していただきありがとうございます。それではマウンテンの大まかな能力指標図を紹介します。マウンテン、火力。S2 の常時火力が中走行まで安定処理が可能。S3 の打点は重走行でも解ける。耐久。S2 の回復力は単体量相当。S3 は軽い敵を中断させて完封できる。汎用。11コストとそれをはるかに上回る性能。雑魚処理と強敵殲滅どっちも可能。強制移動以外補助の要素なし。強制移動も補助の前に敵が消える。特化。自己完結でもいいが S3 の倍率的にはバッファーをつけても全然あり。性能面の話はさておいて、獣人が好き。荒々しい性格のキャラクターが好き。中井和也ボイスに弱い。そんなドクターは出るまで回しましょう。最後に、もしこの動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。